はい、皆さん、こんにちは。小春小抜です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルは、業績が良くておすすめされた銘柄を紹介するだけじゃなくて、皆さんが一番悩むであろう値段設定、いつ買って、どんな時に買ってね、これくらい利益が出たら売って、いくらで売るのみたいな、その具体的な値段設定、アラーム設定、アルゴリズム設定、これを紹介している珍しいチャンネルです。もう一個の僕のメインチャンネルもよろしくね。はじめは証券番号6678のテクノメディカについてお話しします。テクノメディカは電気機器メーカーに分類はされているけど、主に医療機器を製造している。つまりどういうことかっていうと、みんなが風邪をひいた時とか、病気を治したい時、いくらかかっていますか？薬代が3000円、マッサージ、整骨院に3000円かかったとか、実際それは1万円かかっているんだ。つまり病気を治そうっていう時には、ケチって病気治さないとか我慢するとかありえないわけで、糸目をつけないわけなんだよね。だから単価ってすごく高くなりがち。しかも命が関わることなんで、価格競争っていうのはなりにくい。だからすごく高単価な銘柄なんですよね。この銘柄、累進配当を継続することを決定して、前期の配当金60円を68円に増配した。パーセンテージに言うと 13% 増えたのかな。業績の推移を見ていると、多少の増減というか、全体的に増加傾向にある。日本で年寄りが多くなってきているのか、病気の人が多くなっているのかは存じ上げませんけどね。特に同社のビジネスモデルは医療機器の製造に特化していて、やっぱりそこがね、儲けろ、利益率高いからもっとそこを攻めてやれみたいなね。他にできるメーカーいないから、今後も安定的な需要が見込まれています。現在、同社の株価は1769円で配当利回りは 3.84% 知らなかったな。まあ知らないっていうのも当たり前だよね。というのも時価総額が122億円だから、これくらいちっちゃいと僕も見ないね。株主優待あるんだ。京都産のコシヒカリ2キロがもらえると、17万円の株で配当金が 4% 近くあって、お米2キロって言ったら別にとりあえず持っててもいいよね。問題はいつ購入するかだ。購入すると1000円はするから、配当と合わせた優待利回りは 4.4% ぐらい、1000円だとしてね。株価の推移を見てみると、増配と累進配当の宣言により株価は直近でやや上昇傾向にあります。だから、本当に上昇が確実なのか見届ける必要がある。これはちょっと急いで買ったりすると、高値掴みをするっていうことはよくあるパターンだからね。本当にエントリーする値段でもう全てが決まる。僕だってアルゴリズム 6% 以上のね、利益が出たら売却して、さらなる資金効率のために魅力的な銘柄をチェンジしていく。もしこれが逆に下がって、半年、1年とか待ったとすると、仕事していないってそのお金が。だから、選ぶときはかなり慎重に選ぶね。去年の11月から株価は 30% ほど下落していましたが、増配の発表により配当利回りが急騰しています。時価総額が122億円っていうと、機関投資家の対象にはならないんだよね。だから、個人投資家って言っても、ね、テスターみたいに100億とか持ってる人が一気に買ったら、ストップ高になるくらいあるからね。総合分析を行います。出来高、信用高、決算資料から見た株価への影響。まず、信用取引データから見てみよう。このデータに基づき、個人投資家の心理を分析する。おっと、それは、信用売りっていうか、時価総額がないため計算はできないね。ただ、改ざんが一定数存在していることから、投資家が強気の人たちが一定数いるっていうこと。あと、決算を見てみましょう。2024年3月の決算の概要は、売上が 9.8% 増えて、営業利益が 11% 増えて、経常利益が 12.1% 増えて、親会社に帰属する当期純利益は 17.2% と大きく増えた。ポジティブな要因としては、売上の増加。前期同期比で売上が 9.8% 増加していて、顕著な成長ですね。利益の大幅増益。それは僕も思いました。営業利益が 11.6% 増えて、経常利益が 12.1% 増加。さっき言ったみたいに増加していて、純利益も収益性の改善が顕著です。ネガティブ要因としては、特にはないですね。強いて言うんだったら、時価総額が122億円で小さいので、みんながどう思うかっていうのと、して株みたいな感じで狙われたりすると、大変なことになりますね。安いうちにこっちが買ってしまえばこっちのもんなんですけど、どれだけ周りに見られているか、その影響がすごく大きいので注意が必要。初心者向けではないし、僕が買うかっていうと、優待と配当も高いんで100株は持っといてもいいかなっていう感じ。最近の出来高の状況は減少しているから資金の充出を表して、売り圧力が高まり、株価が下がりやすい状況なんだよね。
これって僕が今日50銘柄ぐらい決算は見たんだけど、全部の会社が資金が抜けていってるんだよね。だからこの銘柄に限ったことではないから、今はあれやこれやって買うのをやめといた方がいいのかな。そしてアラーム設定して、ここぞという時に現金の比率を高めていって、攻める時にね、ガバって買った方がいいのかなっていう僕の感想です。株価への影響は、出来高の減少しているのを見ると、最近の減少は資金の流出しているから短期の売りが高まりやすい状況で、信用残高からは、計算はできないけど、一定数いる。時価総額の小ささからすると、下落の要因もあるのかな。僕も同意見で直近だと下がりやすいんだよね、どの銘柄も。決算資料の影響としては僕は非常にポジティブな要因で、特に収益性の改善が評価されているポイント。問題はこれがね、みんなが、よし、この株は上がる、いい会社だと認識されないと意味がないという点。それはニュースで取り上げられるんだったらいい。逆もあるだよね。株価が上がった、どうしてだ、よし、ニュースにしよう、みたいな。結論としては短期の影響として、出来高の減少と信用残高の不均衡から短期的には売りの圧力が高まって株価が下がりやすい状況なのかな。中長期的に見ると決算資料ポジティブな内容だし、売りの圧力っていうのはいつでもあるわけではないし、特に売上と純利益の増加が株価にとって強力なサポートの要因となっている。銘柄単体で株主優待があるように長期で持つとすればいいから、僕だったら100株をとりあえず持っとくかな。配当金は毎年増配していって減配するっていう可能性は低いから、そこはみんな見ていないのか。そして配当成功が44とか34はやや高いけど許容範囲内ですね。EPS が194円。普通は20倍になるのが標準で、ただ認知度の低さとか不確定要素が非常に多い要素でもあるから、認知度の低さからか適正に判断はされていない。業績は非常に良かった。株価の下落に加えて株価指標を見るとさらに割安になっている。ただ企業価値で言うと36億円、時価総額も122億円なわけだから、とりあえず100株だね。あともう一つの懸念点は、出来高が少ない。例えば、直近のね、出来高が1万株以下なので、狙った通りの値段が注文できるかっていうのも、ちょっと疑問だね。配当利回りはぐんと上がって、時価総額 PR 株価指標とかを全体を見回すと割安なのは間違いない。さて、上がるとは思うけど、こんな銘柄たくさんあるからね。とりあえず100株は買っておこうと僕も思う。僕の結論としては、現在の株価が1769円で、今でも十分な割安、そしてチャートが平均移動線上昇トレンドに転換しているのが見えるし、出来高も少ないし、みんなこの株価だろう。でも実際の指標は割安。いつ注目されるかはわからない。それにかける一番の要素がこれ。いずれにしても長期で継続する、存続する銘柄だから、全然持っていて損はないと思うし、ましては優待もあるってなると持ちたいと思うよね。損切りのラインは1593円でトレーディングライン 106% になったら1855円でトレーディングを開始して、そこからピーク時さらにずっとぐんぐん上がっていくとは思うんだよね。そこから 3.3% ピークから下がると利益確定と僕だったりしますね。で、アラームの設定は1900円。上昇トレンドにもう入りかけているのかもしれない。一応この値段になったら、やっぱり僕の、予想当たったのかって思っていただけると。そして、下限値の1750円。これを下回るっていうことはお買い得だし、あまりそうそうないことなんだよね。決算も良かった。下げる要素は一つもないわけだから。次の銘柄いきます。もう一つ、パラマウントベッドホールディングス証券コードは7817についてお話ししていきます。パラマウントベッドホールディングスは医療及び介護用のベッド最大手企業です。これも知らないな。存じ上げないな。同社は既存の中期計画を2年前倒しで達成して4年連続で過去最高の売上及び利益を更新しております。新しい中期経営計画では売上と利益の2桁成長を目指していると。特に注力しているのが海外の市場でインドネシア、中国、インドを中心に狙っていると。新しい株主還元方式として株主資本利益率 4%、配当成功 50% を目安としている。DOE の導入により業績によらず安定的な配当が期待できるから株主にとってありがたい。投資家にしても安定した成長に重きを置いているからどれだけ反映されるかだね。株主優待はクオカード。100株を3年未満の状態で1000円分、3年以上で2000円分、最大1000株を3年以上の保有で7000円分いただけると。他にも10% の割引券がいただけるけど、介護用のベッドで買うかって自分がいるかっていうとだいぶ先のことになるよね。親に買ってあげるかっていうとどうなの？気まずい優待だね。同社の価格は2897円。利回りは
株価の上昇とともに下がってしまったけど、それでも 3.35% あって、僕の指定した条件を満たしていると。株主優待を合わせた総合優待利回りかな ?3.7% になります。株価の推移を見ていくと、5月末から上昇を続けている。分析してみよう。節目となる2960円の高値を超えるのかが注目のポイント。では、アルゴリズムの設定をいきましょう。さて、その前に総合の分析、どのような状況からこの価格の決定を行うのか、またそもそもそれは買うのか、お買い得割安なのか、出来高、信用残高、決算の資料から見た株価への影響を考えてみよう。信用取引のデータ、個人投資家の心理を分析してみよう。なんだこれは。信用倍率998。何かの見間違いかな。信用倍率が極端に高い水準を維持しているから、投資家の強気な姿勢というか、もう狂気の沙汰なのか。しかし、これにより過度な買い圧力がかかると急激な下落リストも伴うんだよね。これだけ反映されてこの株価。だから、急に5月24日以降に、いや、5月17日から決算発表後のね、それから31日にかけて3倍になった。ただでさえも倍率が300倍から900、1000倍、もうほぼ1000倍だね。危ない。今は加熱しているかな。パラマウントベッドホールディングスの決算の内容を見てみよう。売上は 7.1% 増えて、営業利益が 2.7% 増えて、経常利益が 12.6% 増えて、親会社株主に帰属する当期純利益、これも 15.3% 増えたから、この決算資料からネガティブな要素っていうのは一切ないかな。ポジティブの要因としては売上の増加、利益の大幅の拡大。ネガティブな要因で強いて言うんだったら、決算資料を見たところ、投資活動及び財務活動によるキャッシュフローが減少していることが、少し懸念材料。って言って、この使用残高の高さからすると、全然そこを見てないんじゃないかな。っていうか、どうでもいいってやつ使われてる。出来高の状況は、最近の出来高が減少して、資金の充出はして、売り圧力が高まってるんだけど、この株価の上昇っていうのは、ただ1週間単位で見ると直近の1週間の出来高はすごく高くなっている。しかし今買うかっていうと、もうすでに乗り遅れたって感じがするし、今手出すの間違いなく高値掴みっていうのがね、スマートフォンでの株価を見てもわかると思うんだよね。一方でなんでわざわざこれを取り上げたか、読む気になったかっていうと、アップダウンが結構激しい、鋭いからまた適正値の2650円くらいになったら、買ってもいいかなって。で、これはインカムゲインというよりは、値上がり益のキャピタルゲイン狙いだね。結論として短期的な影響として、出来高の減少と極端に高い信用残高から、短期的には売りの圧力が非常に高くなるんじゃないかな。あと株価が下がりやすい状況だよね。そこまでピンと上がったら、みんなが買えてないっていうことをみんな置き去りにしちゃってるわけだから、割安なのは間違いはないけど、指標とか決算内容からはもうすでに織り込まれた値段になったんじゃないかな。中期長期の影響として決算資料のポジティブな内容から長期で見ると上昇っていうのは期待される。だから優待で持つっていうのも全然ありだな。売上と利益の増加がその投資家にとって評価のポイントとして評価された可能性が高い。アルゴリズムの設定に行きます。今ここで注文してしまう指値を入れるとずっと現金が拘束されて、あれ余剰資金少ないなっていうことになりかねないので、アラーム設定を先に行って2700円にする。ここでアラームが鳴ったら、このまま下がりトレンドが急に進んでいるだろうなって僕は予想するから、指値を2650円。これで買えたらずっと持っててもいいし、反動で値上がりするんだったらもう売ってもいいし、どっちもいいポジションが取れるから、この値段だったら買っていいね。とりあえずはこの値段、アラーム設定でいきましょう。損切りのラインが2412円。で、トレーディング開始が2809円で、利益の確定幅が93円で 3.3% ピークから下落したらだね。時価総額も1663億円あるから、割と適正な評価はされるし、PR も適正に保たれるはずなんだよね。一方で信用残高の数値が何か異常かなっていうぐらいなんで、すごく注意した方がいいから、最小単位の100株、やっぱりこれも、もっと魅力的な銘柄があるんだったら、そっちを買った方がいいのではと、僕は思うね。疲れた。今回の動画は以上になります。これからも投資に関するというか、細かい値段もね、配信していきます。これが参考になったよ。やっぱり自分で考えるのめんどくさいよ。めっちゃ考えるからね。っていうか、サラリーマンやっててとか、パソコン2画面もないから、一個一個決算見て、出来高見て、自分で考えて、あれ、どこまで考えたっけみたいなね、記憶力。僕もないのでね、メモしながらやってるんだけど、それがめんどくさいよって、もうその気持ちはわかります。だから、そういう動画が役に立った、もっと見たいよっていう人は、
高評価ボタンをクリックして、誰にもシェアしないけど、シェアボタンを押すとね、評価にプラスになるらしいので、みんなにこうね、広まっていくと、がぜん僕がやる気が出るので、その他のね、意見、ご要望とかあったら、ぜひコメント記入ください。意見があったら聞いてくれって言うけどね、書いた人の試しあんまりほとんどないよね。具体的に僕がこっちとこっちどっちがいいっていう2択3択で聞いた方がいいのかな。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。最後に僕の雑談いきます。飲食店の配達をやってる友達が、このキックボード買ってよって外人なんだけど、買ってあげたんですよ。で、そのままあげたらね、ナンバープレートつけずに自賠責かけずに乗っていってしまうんで、ちゃんと月曜になってナンバープレートとか自賠責が発行できる市役所が空いたら、これとセットにね、あとは領収書をセットに持って行って請求しようと思います。あとはね、その配達員を生贄にして、このキックボードがどれくらい走るのか、本当に使い物になるかっていうのも見ていきたいところです。これね、当初12万円で3年前売られていたみたいなんだけど、今は5万円で販売されて、Amazon のクーポン5000円があったから、4万5000円でめちゃくちゃ安く乗れるんだよね。下手すると電動自転車っていうか、普通の自転車並みの値段で勝手に動いて、ヘルメットも被らず努力義務でね。タイヤが小さいからサスペンションも大丈夫かね。僕はね、バイクの免許、中型まで持って、2台持ってるので、まあバイクでいいかなって。ただ、僕のね、軽自動車に1台これ積んどいて、ちょっと遠出したいなーっていう時に、いらないよね。やっぱりいらないよね。まあ、とにかくね、これ、新しい法律。去年の4月からのかな法改正になって、免許証いらなくても、僕みたいな友達が外国人で免許証のものも持ってない、身元も保証できない、みたいな人もなんか乗れるような。さて、どのようにその生活に貢献するのか見届けたいなと思ってね。それでは遊びも仕事もね、株式投資も真面目に頑張っていきましょう。全力で。